はい、皆さんこんにちは、岡祐介です。ちょっとね、今日はいつもとは撮影の場所を変えて、はい、こういう風にちょっとメンバーもいるんですけれども、僕だけサクッとね、ちょっと皆さんに動画をお届けしようと思ってます。今回の動画はですね、何を皆さんにお伝えするかっていうと、じゃん、見てください。こちら iPhone 13 Pro ですね。はい、僕もね、このね iPhone 13 Pro が発売されてから、いくつもね動画を作らせていただいて、本当に買って届いて瞬間に東京行って撮ったりとか、あとは最近で言うと山登って、本当にねいつもアクションカメラとか一眼ミラーレスとかを持って登っているんですけれども、本当に iPhone 13 Pro だけを持って撮ったらどういう表現になるのかっていうのをねやった時にもう正直感動したんですけれども、いろんな意味でもう本当に一眼ミラーレス持つ必要ないなって思いました。はい。そういうところは置いといて、今回はですね、この iPhone 13 Pro、動画クリエイターの僕がおすすめする設定で、この動画で皆さんに設定をお伝えして、皆さんが真似をしたらかっこいい表現ができるよっていうところをお伝えしたいと思っております。じゃあ早速いきたいと思います。まず皆さんね、iPhone 13 Pro が届いた時って、設定はデフォルトなんですよね。なので、どう改善するかっていうと、まずはこちらのカメラを押してください。はい、まずですね、この Apple のプロレスをオンにしましょう。はい、こうすることによって、本来収録したらめちゃめちゃ圧縮されて、スマートフォンに簡易的に多くの人たちが見るように、ソーシャルとかでかなり圧縮されているんですけれども、情報量が保たれたまま収録することなので、データはもちろん重くなってしまうんだけれども、今までの表現、圧縮された表現よりも一段階、上がったパフォーマンスを発揮すると。もちろんね、Adobe Premiere Pro で編集したりとか、PC で撮ったものを PC で編集するっていう観点において僕はこれ説明しているので、参考までにしてみてください。はい、次、4K の60フレームにしましょう。僕は動画クリエイターでハイクオリティな表現を皆さんにね、伝えたいと思っているので、MAX の 4K60fps にしましょう。で、皆さんが持っている、MacBook Pro で M1 チップだったら 4K60 フレームで編集とかも大丈夫です。プロキシっていうね、圧縮するファイルを作ってから編集すればもう問題ないので、4K60 フレームでいきましょう。で、60fps ってのは1秒間に60枚の写真が入っているので、何ができるかっていうとスローモーションできるんですよね。スローモーション表現ができると映像表現も広がります。はい。で、HDR ビデオは一応オンにしておきますね。で、次。で、ステレオ音声、オンにしておきましょう。こうすると音のクオリティが、通常よりも上がります。はい、次、設定保持。ここは正直あんまり重要じゃないので、皆さんがこのね、設定の、文言に合わせていいなと思うものをチェックしてみてください。はい。で、大事なのがグリッドですね。これグリッドないとどういうことになるかというと、はい、こういう感じで。こんな感じなんですよ。こんな感じなんだが、グリッドをオンにすると、こういう風に線が出ると。線が出るから、例えば彼らが今こういう風に中心にいる、そういうなんかその構図を再確認する上でこのグリッドラインっていうのはすごく大事です。はい、なのでグリッドもオンにしましょう。これはねあくまで好みなので選択肢として皆さん認識していただけたらと思ってます。ちょっと夕日が綺麗なんで場所を変えてもう一回収録しようと思うんですけれども、設定今確認しましたと。はい、こんな感じでどの機能をどういう時に使うべきかっていうのをご説明したいと思います。まずタイムラプスですね。タイムラプスっていうのは数秒間に1枚間隔で写真を撮って凝縮させるので、例えば太陽夕日が落ちていく段階とか雲の動きを伝える時とか、そういうダイナミックな表現があるんですよね。それがタイムラプス表現なので、基本的ですよ、雲の動きだったりとか、あとは太陽の動きとか影の動きみたいなものを収めるときにこのタイムラプスっていうのが一番活用されます。あんまり使わないですが一応覚えておいてください。で、次にスローモーションですね。これはフル HD 今240撮れるんですけれども、はい、これ何があるかっていうと、もうハイパースローモーションですよね。今撮れます。はい、ハイパースローモーションできるので、非現実的な表現をするときっていうのは、僕たちが見ているものってのは通常の絵なんだけれども、例えば雨のこの水が落ちる瞬間とか、普段ゆっくり見えることができないような表現でこの、ハイパースローモーションを使うと、表現の幅が広がりますと。ただ欠点としては 4K からフル HD になっちゃうんですよね。4K でこのハイパースローモーションっていうのはできないので、そこが欠点かと思います。あんまり使わないです。はい、次、本命シネマティックモード。はい、もうこれめちゃめちゃいいですよね。今僕撮ってるんですけれども、
こういう風に手前ボケるんですよね。で手前タッチしてフォーカス合わせて奥に合わせるみたいな、タッチするとすごく滑らかにフォーカス送りしてくれるから、まあこういう表現ってのはもうなんか一眼ミラーレスだとしても難しかったんですよね。ただ今回はこのシネマティックモードで撮って撮った後に後編集でフォーカスを変えることができたりとか、本当に革新的な機能だと。で実際僕使ったんだけれども若干使いづらさがありました。っていうのはちゃんと合ってほしいところにフォーカス合ってくれないと。で後編集で動かしたとしても正直めんどくさいので、 iPhone で撮る一番の魅力ってのはなんかどういった時でも簡易的にすぐ高画質な映像が撮れるっていうことだと思うので、そういう意味で若干使いづらさがありましたね。でこういうねフォーカスって夜間とかこういう風に逆光のシーンってなかなか合いづらいんですよね。なのでそういうのをねちょっと調整するのがなかなか難しかったですね。はい、こんな感じで今手前こういう風に手前がなんていうのいっぱいある時って結構ねなんていうのちゃんと合ってくんないんですよねっていう煩わしさが若干あるので、使い方にはコツが必要ですね。どういう時にちゃんとピントが合ってくれてどういう時に合わないのかっていうのを判断するといいかもですね。次写真ですね。今回本当にびっくりしたのが写真機能。ナイトフォートモードが本当にやばくてシャッタースピード30秒できるんですよね。だから30秒ってどういうことかっていうと、もちろん三脚とかつけなきゃいけないんだけど30秒間光を取り込んでシャッターを切るのでめちゃめちゃ綺麗な星空が撮れたんですよね。もうこれた時にはもう僕本当に感動しました。もう一眼ミラーレスマジでいらない。でビデオ機能簡易的に映画のような表現を撮りたいっていう方は手持ちでも十分だと思います。で 4K60 で撮るって感じですね。基本的に構図を合わせて撮るんですけれども、一番の魅力はマクロ撮影、これもすごく良かったですね。マクロ撮影本当に表現幅がめっちゃ広がるし、これ3倍ズームとかでもっと寄れるんですよね。画質もちろん悪くないけれどもすごいんだけど 4K24 フレームなんでスローモーションできないじゃないですか。だからスローモーションする良さってのは手ブレ防止にもなるんですよね。それができないで手ブレ補正がマクロ撮影の時効かないので表現をするっていう観点ではめちゃめちゃブレちゃうと。だからあんまりね手持ちで撮影する時にマクロ表現ってのはあんまり動画では実用的じゃないかもしれないですね。写真とかがいいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回ね結構簡易的に iPhone 13 Pro を実際1ヶ月ぐらい使って本当に良かったポイントを主にねご説明して、設定とかどういう風に撮るのかっていうのをちょっと簡易的にお伝えしたんですけれども、実際に僕最近山登って撮影して分かったことがあって、本当に iPhone 13 Pro は綺麗だし撮りやすいし、よりね撮影するっていうんじゃなくて体験をやっぱ重要視できるので、僕の感覚としてはアクションカメラに近い魅力を感じます。でアクションカメラと同等の映像表現ももちろんできるので、iPhone 13 Pro で今後ね動画表現をする方が増えるんじゃないかなと個人的には思っております。そういう方をねちょっと増やしたいと思っているので今日の動画を撮らせていただきました。はい、今回の動画で感想等ある方はぜひご連絡いただけたらと思っております。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さんバイチャはい、これビハインドな